皆さんこんにちは。大家好，欢迎回到我的频道。我是ゆか老師。今日は私が過去に撮影した Vlog 動画を使ってカフェでコーヒーを注文する時の日本語について紹介します。前回の動画では雑貨店で会計をする場面について紹介しました。動画を公開した後、皆さんから役に立った、もっと見たいという風なコメントをたくさんいただいたので、今後もこのシリーズを続けていこうと思います。Vlog 動画の中で私も店員さんもゆっくり話したり、わざわざ簡単な言葉を使ったりしていません。いつも通りのスピードで話しています。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれません。でも大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。それでは一緒に頑張りましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない状態で動画を一度見てください。この時、会話の内容がわからなくても大丈夫です。基本の流れを把握してください。次にキーワードを10個提示します。10個のキーワードに注意してもう一度同じ動画を見てください。その後、重要なフレーズについて一つ一つ解説します。最後に日本語の字幕付きでもう一度同じ動画を見ます。この時点でほとんどの会話の内容が理解できると思います。さらに時間がある人はもう一度最初の字幕がない動画を見てみてください。字幕がなくても大体の内容がわかると思います。それでは早速動画を見てみましょう。今から見るのは字幕がない動画です。基本の流れを把握してください。今回私はこのカフェの割引券を持って行きました。最初に店員さんに割引券が使えるかどうか聞きます。次にメニューを見て商品を決めます。それでは早速動画を見てみましょう。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで全品30%オフになりますので。何でも大丈夫ですか？はい、全て大丈夫です。そうですか。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。こちらホットとアイスございますが。アイスでお願いします。かしこまりました。はい、どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？それでは私からキーワードを10個提示します。こちらです。使えますか？お預かりします。全品 30% オフ。大丈夫。メニュー。一つ。お願いします。かしこまりました。ホット。アイス。次にこの10個のキーワードに注意してもう一度同じ動画を見てください。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで全品 30% オフになりますので。何でも大丈夫ですか？はい、全て大丈夫です。そうですか。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。こちらホットとアイスございますが。アイスでお願いします。かしこまりました。どうですか？何かキーワードが聞き取れましたか？それでは続いて一つ一つの重要な表現についてご紹介します。まず最初に私が割引券が使えるかどうか聞く場面です。これ使えますか？これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで使えますは動詞使いますの可能形です。これ使えますか？これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれでそして店員さんははい、お使いいただけますと答えました。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれでお使いいただけますはとても丁寧な表現です。お客さんに対して使うことができますと表す尊敬の表現です。お使いいただけます。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれでここで使えることが分かったので私はじゃあこれでと言って割引券を渡しました。
これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで。その後店員さんはお預かりしますと言いました。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで。お預かりしますというのは預かりますの謙譲語です。丁寧な表現です。相手から物を受け取って一時的に自分が保管する、持っておく時に使います。例えば皆さんが旅行でホテルへ行って荷物を預けるとき、ホテルの人に荷物を預けてもいいですかと聞きます。その時、ホテルのスタッフははい、お預かりしますと言います。皆さんの荷物を受け取って一時的に保管します。なので、はい、お預かりしますと言います。これ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで。そして続いて割引の内容について説明してくれました。全品 30% オフになりますので。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。ここで重要なのは全品 30% オフという言い方です。全品というのはすべての商品という意味です。30% オフ。これは例えば100円のものを買ったら割引券によって70円になるという意味です。全品 30% オフになりますので。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。その後私は確認しました。何でも大丈夫ですか？全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。このカフェには飲み物の他に食べ物もありました。私は飲み物と食べ物本当に全部 30% オフになるのか確認したかったのでこのように聞きました。何でも大丈夫ですか？全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。この部分は大丈夫以外の言葉を入れてもいいですね。例えば何でも 30% オフですかとか何でも使えますかでもいいです。そして続いて店員さんが答えました。はい、すべて大丈夫です。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。すべてというのは全部という意味です。はい、すべて大丈夫です。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。そして最後に私は、ああ、そうですかと言いました。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。そうですかは相手の話した内容に納得したとき、相手が話した内容に賛同したときに使います。今回私は割引の内容について説明してもらって納得できたので、ああ、そうですかと言いました。全品 30% オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？あ、そうですか。そして続いて店員さんが言いました。メニュースライドしてご覧いただけます。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。ここで重要なのはメニュー、スライド、ご覧いただけます。この3つの表現です。メニューは外来語ですね。単純にメニューという他にドリンクのメニューとか食べ物のメニュー、デザートのメニューという言い方もあります。スライドするというのはある動きを表します。例えば携帯電話とかタブレットのような画面を右とか下に移動させることをスライドと表現しています。例えば右にスライドするとか下にスライドするのような使い方です。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。そしてご覧いただけます。これもとても丁寧な表現です。これをお客さんに対して見ることができますと言いたい時の尊敬の表現です。ご覧いただけます。見るの尊敬語はご覧になるです。メニュースライドしてご覧いただけます。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。そして私は、はい、わかりましたと答えました。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。わかりましたは
相手の話が全部理解できましたという意味です。はい、わかりました。メニュースライドしてご覧いただけますか？はい、わかりました。そして続いて私は商品を決めて店員に伝えました。桜抹茶ラテを一つお願いします。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。桜抹茶ラテというのは商品の名前です。ここで重要なのは商品を数量お願いしますの順番です。まず最初に商品の名前を言います。そして助詞のお、続いて数量、最後にお願いします。今回の場合は桜抹茶ラテを一つお願いします。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。例えばその他にもコーヒーを一つお願いします。定食を2つお願いします。唐揚げを3つお願いします。このように商品を数量お願いしますの順番です。今回は桜抹茶ラテを一つお願いします。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。この数量の部分、1つ、2つ、3つ、4つ、5つというのは数え方です。この他にもそれぞれのものに対応した1杯とか1皿、1枚、1本というようなものがあります。例えば今回の場合、コーヒーは飲み物なので1杯ということもできます。桜抹茶ラテを1杯お願いします。このような言い方でももちろん問題ありません。そして店員さんはかしこまりましたと言いました。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。かしこまりましたというのは店員さんがよく使う表現です。お客さんから店員に対して何か要求したとき、お願いしたとき、注文したとき、店員さんはかしこまりましたと言います。続いて店員さんはこちらホットとアイスがございますがと言いました。こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。ホットとアイス。一般的にコーヒーはこの2種類から選ぶことが多いですね。ホットは外来語です。その他にも温かいという表現があります。アイスの場合は冷たいです。例えばホットコーヒーは温かいコーヒー、アイスコーヒーは冷たいコーヒーというふうに言い換えることもできます。そしてございます、これはありますのとても丁寧な表現です。これも敬語の一種です。こちらホットとアイスがございますが、こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。続いて私はアイスでお願いしますと言いました。こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。ここでもやはりお願いしますと言いました。お願いしますを省略してアイスでとかアイスだけでもいいですけど、やっぱり後ろにお願いしますをつけた方が丁寧だと思います。こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。最後に店員さんはかしこまりましたと言いました。こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。では次に日本語の字幕付きの動画を見てみましょう。今キーワードとか重要なフレーズについて勉強してきたので、大体の内容が理解できると思います。では早速見てみましょこれ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで全品30%オフになりますので、何でも大丈夫ですか？はい、全て大丈夫です。そうですか。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。こちらホットとアイスございますが、アイスでお願いします。かしこまりました。どうでしたか？全品 30% オフ、メニュー、お願いしますなど何か聞き取れた部分があったんじゃないかなと思います。それでは最後に字幕なしの動画をもう一度見てみましょう。字幕はありませんが、大体の内容が理解できるはずです。
挑戦してみましょこれ使えますか？お使いいただけます。じゃあこれで全品30%オフになりますので。あ、何でも大丈夫ですか？はい、全て大丈夫そうですか。メニュースライドしてご覧いただけます。はい、わかりました。じゃあこの桜抹茶ラテを一つお願いします。こちらホットとアイスございますが。アイスでお願いします。かしこまりました。う。それでは続いて今日紹介したもの以外でコーヒーを注文するときによく使う日本語の表現を紹介します。まずは割引券。割引券の他に優待券とかクーポンという言い方もあります。内容はお店によって様々です。例えば今回私が使ったのは全品 30% オフと書かれた割引券でした。でもそれ以外に例えば1000円以上購入したら300円引きますとか、飲み物だけ 30% オフになりますというようにいろいろな種類がありますね。続いて使えますかというこの部分、これは動詞使いますの可能形の疑問の形です。使いますの可能形は使えます。後ろにかをつけて疑問の形になります。使えますか？使えますかは使うことができますかと同じ意味です。実際の日本人同士の会話の中では使えますかを使うことが多いです。なぜならこちらの方が短いし言いやすいですね。続いて敬語の部分。例えば今回出てきたお使いいただけます、お預かりします、ご覧いただけます、かしこまりました。このような表現はホテルのスタッフやレストランの店員、雑貨店のレジの担当の人、多くの人が使います。皆さんが自分で敬語を使う必要はありませんが、店員やスタッフは皆さんに対して敬語を使います。なので、旅行中もその敬語を聞いて理解できる必要があります。今日出てきたこのようなフレーズは本当によく使われるものなので、ぜひ覚えておいてください。それから割引の表示について。日本でよく見る割引の表示は大きく分けて2種類です。一つはパーセントオフという表現。例えば 30% オフ、50% オフのような表示。もう一つは割引です。3割引とか5割引という表現です。30% オフは3割引、50% オフは5割引き。50% オフ、5割引きの場合は半額という言い方もあります。続いて、実際に商品を選んで注文するときに使う表現。今回私は桜抹茶ラテを一つお願いしますと言いました。この順番は商品を数量お願いします。この順番です。例えば、コーヒーを一つお願いします。唐揚げを3つお願いします。この数量の部分はそれぞれのものに対応するものがあるので、それを使ってもいいです。例えば飲み物の場合は1杯、2杯、3杯。細長いものは1本、2本、3本。例えばペットボトルの飲み物は一般的に1本、2本、3本と言います。そして薄いものは1枚、2枚、3枚と言います。例えばせんべいとかは1枚、2枚、3枚と言います。このようにそれぞれに対応した言い方がありますが、もちろん今回私が使っているように1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、この言い方を使っても構いません。そして最後にホットかアイスか選択する場面がありましたね。ホットは温かい、アイスは冷たい。なので、ホットコーヒーは温かいコーヒー、アイスコーヒーは冷たいコーヒー。例えば紅茶の場合、ホット、アイスを使うなら、ホットティー、アイスティー。ここでは外来語のティーを使います。そして、温かい紅茶、冷たい紅茶。
一般的にホット、アイスという外来語の後ろにつけるのはやはり外来語ですね。コーヒーとかティーとか、外来語をつけることが多いです。また、もしコーヒーを注文した時にはこのように聞かれるかもしれません。砂糖とミルクはご入り用ですか？もし必要な場合は、はい、お願いしますと言います。必要ではない場合は、いいえ、結構ですとか、いいえ、大丈夫ですと言います。はい、皆さんいかがでしたか？最初は全くわからなくても、だんだん聞き取れる言葉が増えていったんじゃないかなと思います。今後日本へ来て旅行するとき、ぜひ店員さんと日本語で会話をしてみてください。きっといい思い出になるし、自信がつくと思います。それでは今日の動画はここまでで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。